The city of Kyoto, where the production of Akira Kurosawa's Rashomon was based, is a constantly evolving urban landscape. 65 years since the film was made, like all Japanese cities, Kyoto is now overrun with convenience stores, coffee shops, and other commercial development. And like Rashomon's cast and crew, nearly all traces of the film have been lost with the passage of time. Nonetheless, just shy of its 65th anniversary, my cameraman and I went in search of what remained. The historical Rashomon, built in the 9th century and once 32 meters wide by nearly 8 meters tall, is no more. Meticulous excavations have turned up next to nothing. All that remains to mark the site made famous by Nobumitsu's No play and Kurosawa's film is a tiny children's park, located near the busy intersection of Senbon and Kujo avenues. Before our camera rolled, a group of junior high school boys, reluctant to appear on camera lest they chance a talk with strangers, were playing with a Rubik's Cube. Could they have known that, on this very site nearly 1,000 years ago, the poor dumped corpses and abandoned babies? Nearby, a few businesses and apartment buildings work Rashomon into their names, though a popular local restaurant called Mr. Gyoza dominates the area. Many pass the historical marker, erected in 1895, unaware of its significance. But a few senior citizens that are aware of its past volunteer to beautify and maintain the park. そうですね、この後ろのあれは建ってなかったし、建物は建ってなかったし、そんなに変わりません。ここだけです、建ったのは。周り全然変わってないです。もうこの花を植えてからだから15、6年ぐらいですかね。前は花は植わってないんですけど、こういろいろいただいて植えて増やして、であの方ともう一人の方と特に夏は水やり、冬はほとんどあれですけど草引きぐらいですけど、まあ、肥料やったり夏は水やりが大変ですけど、ここがそんなに大変なんて外国の方が有名だっていうか日本中の方が有名っていうことはあんまり近所のもんも意識してないというか、あまりにも当時さんの方が大きくってここが忘れがちっていうか、京都市も再三こうお願いしているんですけどね、なかなかこれぐらいしかしていただかないというか、もっと、ね、もうでも長い昔ですよ。もう本当に40年ぐらい経っているの違いますかね。40年もっと経ってますね。はい、いやいや、ただ私は綺麗っていうか京町子さんとかね、だから綺麗っていうか、昔はこういうだったとかそれぐらいしかあまり記憶ないですけどね。
ね、これだけのことだからもう石碑ぐらいですか、これぐらいしか何もできないですね。京都にはほらいろんな文化財とかね世界遺産がいっぱいあるから、ここにまでお金が回らないのか、これでもまだ綺麗になった方なんです。はい。ここは畑だったしね、そこにもちょっと建物が昔建っていましたしね、こう戦後のバラック小屋っていうんですか、そういうのが建っていたり、はい、何も。Our search for signs of the movie Rashomon took us to the forests of Mount Wakakusa in the city of Nara, where many of its forest scenes were shot. Now a public park, the area attracts tourists from all over Japan who come to admire its view and nearly tame deer. But just off its well-traveled pathways, next, we visited Studio 884, not far from where the great set of the Rashomon Gate once stood. There we spoke with Tsutomu Nakamura, a longtime publicist at Daiei. 我々が見たらすぐに分かる、大体すぐに分かるという違いがあるんですけども、そうですね、外国の方というか一般に見られた時に何がどう違うのかな、つまりね、技術的なことが全部それぞれの撮影所の特色がありまして違うんですよね。匂いといいますか香るといいますか、なんかそういうものが違うんで、その説明は非常にしにくいんですけども、要は技術的なことが違うと、それからあとは出てる俳優さんが違うと、それからお話の作り方で言いますと、これもねちょっと漠然としてるんですけども、例えば大英の場合には話が硬い、日本語で言ったら硬いんですわ。つまり時代劇というのは階級制度の話ですからね、お話が所詮硬いものができてくると。で東映の時代劇というのも非常に一世を風靡したものなんですけども、現代的に柔らかく噛み砕いてるんですよね。大英はそれをしなかったと。それはなぜかと言いますと、監督がそういうことをする人がいなかったわけですね、しなかったわけですね。例えば衣笠貞之助、伊藤大輔、溝口健二、その人たちの匂いというか教えを受けた人たちですかね。
で作ってるわけなんでね、その辺がまあ違いを作ってるんでして、ちょっと説明しがたい部分もありますけども、歴然とは違います。例えばね、技術的なことなんでしょうけども、大英の映画といいますか、物を置いてその影で撮っていく、影を作るんですよね。東映は全部払うわけです、取っ払うわけですよ。バーンと直に直接映しちゃうんですね。そういうとこでも全然違うんですよね。ライティングのあれも光量も違うんでしょうけどね。いや、初期の頃つってもまあ戦後すぐみたいな時は他に娯楽もないですし、お客さんはわりかし拍手したりチャンバラになったりやれやれみたいなね、悪いやつが死んだらさーって言って反応はあったと思います。それから東映が時代劇をやめてヤクザ映画になった時なんかはすごい反応があったということは聞いてますけどね。大したエピソードはないんですけども、新聞記者の方がだんだん質が悪くなってきます。ということは勉強をしてインタビューをしない人たちが増えてきたんですね。つまり新聞記者としての仕事が他にたくさん、昔はもう映画専門の記者がいたんですけども、そういう人たちがだんだんいなくなって、いろんな仕事にまあ回されるというかしなきゃいけないんで、映画だけを専門に勉強できなくなったんでしょう。あまり調べずにインタビューに来る記者がいまして、それはちょっと具合が悪いなという時はありましたですね。何にも調べずに例えば市川雷蔵が市川雷蔵に喋らそうとするわけですよ。お前調べてこいと、調べてから俺に質問しろと、まあそういうふうなことは一にありましたね。あとは別にそんなことでトラブルはないです。はい、それはね、同じ現象が日本でも起きてるわけですよね。当時、私の仕事としては毎朝昨日の直営館に入った観客数、それから金額にしていくらというのを取ってたわけです、数字を。それがどんどん落ちていって、どんな映画作ったって場合でもそれが最後にはまあもうダメかというところまで行ったんですけども、それが今非常にもてはやされてるわけですよね、大映画。それが何でだろう、嬉しいんだけども不思議なんですよね。あの時にどうして流行らなかったのかなと。なんか時代の移り変わりだけではなんか収まりつかないような現象が今起きてますよね。少なくとも大映画に関しては。それが不思議です。私も嬉しいですけど。
Then we met one of the last surviving members of Rashomon's crew, Iwao Otani, who joined the film industry as a sound engineer in 1935. In his hands is his original annotated script of Rashomon. I joked that he should take care that his grandkids didn't try to sell it on eBay, to which he replied that they wouldn't, but that his wife might. Mr. Otani is 95 years old. 最初のうちはね、進駐軍がいる間はまあちょっとうるさかったですね。なかったです。アメリカのウエストレックスってキャメラン機械使ってました。でもう大英の前の日活からずっと使ってたウエストレックスの機械ですから、ね、そのまま引き継いで、それでウエストレックスって会社はねその機械を売るんじゃなしに貸してたんですね。で借りて仕事してたわけです。最初はこれくらいの大きさでしたね。それで録音のミキサーっていうのがこれくらいの大きさでしたね。だからそれでウエストルックス全部バッテリー使ってたんでね、バッテリーをたくさん持っていかなきゃならなかったんですね。だからロケーションは難しかったです。それで戦後小さい機械が入ってきて、それで撮れるようになりましたからね、ロケーションは楽になりましたね。セミナー、はい、アメリカにあんまりいないって聞いた。セミナーいないって聞いたけれど、すごい線でワン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 、それでこれはもうあかんって言ったんです。みんなが殺虫剤をね、殺虫剤を竹の竿の先つけてね、殺虫剤をダーッとそこら中巻いて、それで50人ぐらいの人が毎日来るからセミが怖がって逃げ出した。僕がやりだしたんです。ロケーションの場合室内で撮るとどうしても音がこもるのでね、もう監督からちょっと苦情が出まして、それで僕表でやるようにしたのが僕です。映写機の前へ鏡をこうやって鏡に映して、それをあっちへ反射させて、そんで向こうへ試写室の表へスクリーンをつけて、スクリーンの向こう側からアフレコしてたんです。やっぱり大きかけどぼやだったんです。ほんで一つはもう撮影所の外であった火事です。大きい火事って大火事っていうのはそうはありません。あれはね、サウンドフィルムがなくなったんです。絵のフィルムはあったんです、残ったんです。サウンドフィルムがなくなったんですね。その火事のあれで俺はあんな気性の激しい女を見たことがないってセリフです、三船さんの。でそれはね、僕よく覚えてるんです。俺はあんな貴重な激しい女を見たことがないってセリフです。それを
三國さん呼んでもらって声だけ撮ったんです。画面絵は残ってたから声だけ撮ったんです。男らしい、本当に男らしい男でしたね。ありませんね。もうだいぶ離れてますからね、渦政とあれと光明寺とは。それでも見えたというのは大きな建物がなかった片田舎であったということで、大きな建物が高い建物がなかった。畑が多かった。だからまあ渦政あたりまで見えたんです。ちょうど羅生門が大きな羅生門が建ったからそれが見えたんですね。Sound engineer Mototsugu Hayashi's 93-year-old father also worked on Rashomon as a member of Mr. Otani's staff. Following in his father's footsteps, Hayashi worked closely with Zatoichi star Shintaro Katsu's production company for many years. And though Hayashi was suffering from lung cancer and self-conscious about his appearance, we persuaded him to be interviewed. He disputes Otani's claims about the fires at Daiei. 火事自体はぼややったと思うんですけれども、可燃性のフィルムを使ってる。で燃えるとガスが発生しますんで、父親はそのフィルムを守るのに、部屋へ入ってそれでフィルムを運び出してた、そういう作業をしたみたいなんです。ただガスを吸って、病院へ運ばれたということを聞いてます。ただその時に、私の住んでいた近くに当時ヤクザの組の事務所がありました。でそこの若い人が来て母親を自転車の後ろへ乗せて大英まで何キロぐらいやろ、今日北区からでしたからね、そこまで運んでくれて父親をとこまで連れて行ってくれたということを聞いてます。それね、僕が知事から聞いたのは、大谷さんあまり現場では何も言わない人、僕もないことやってますから、要は、黒田さんと揉めたことがある。それは父親と喧嘩して、で羅生門に関してはリアリティを追求したいというのが監督の意向。それで僕の父親は音にうるさいですから、じゃあ森正幸さんのこの刀のカチャカチャ、タガが緩んでると、そんな刀ありえない、だから音を入れないということでちょっと言い合いになった。で父親がちょっとボロカスに言うたらしいです、監督に。それはないやろと、これは刀じゃないと。そうすると制作から呼び出しくて、なんであの人が私に偉そうに言うにゃと言われたと言うて制作文句言いに行ったらしいんですけど、制作から父親呼び出しくてもう黙ってろと、もう以外に言われたらしいですけど、そういうエピソードは、聞きました。僕は最近言ったけど、生活の中に映画があって、東映さんの映画、大映の映画全部見てきましたけど、大学卒業してサラリーマン、東京で。それで大映が倒産して父親がどうしようというので、じゃあ録音のグループを作ろうやということで僕が帰ってきたということで、それからの映画人生ですね。僕はですね、映画やってますけど仕事、別に高い志があってこの世界に入ったわけじゃないんです。ただ映画というものが子供の時から生活の一部としてあって、それで映画を見ることによって
こういろんな勉強というか雑学をもう学んだと思ってるんです。でどういうんですかね、父から習ったことは、僕は父の父であると同時に師匠です。師匠ですけど、まあ弟子と師匠としての関係の方が長い。父親としてはあまり思い出がないです。ただその中で僕が父親から教わったことは、これでいいと思うなと、これでいいのかなと常に疑問を持てということを勉強させてもらいました。それで僕はやってきたつもりだけど、自分なりに自分の感性を使って、でも今この年になってやっぱり昔の人にはなかなか追いつかない、というのが分かってくる年になったかなというふうに思ってます。そう言われてましたね。僕が記憶では「大仏開眼」という映画が大映であれた。その時に、実物大の3分の2ぐらいでしたかね、あれ作ってる大仏を、その時に行ったんが初めてですから、多分5つか6つぐらいの時に大映初めて行きましたけど、それ以降僕は父親がどういうとこで働いてるかは知らなかった、一度行ってみようというので、高校時代に大映の門の前まで行った覚えがあります。勝さんの話が出てくるんですけれども、当時勝プロダクションで勝さんには父親仲が良かって、で勝プロの仕事は全部林さんとこの仕事を受けてほしい。多くの人が言うとあるのは、やっぱり伝統産業が残ってた。で戦災に遭わなかったんで多くの寺社仏閣が残ってるし、そういうとこがどっちかというと京都っていうのは革新的な人が集まってたとこなんですけれども、なんか今保守的みたいに思われてますけど、そういう意味では下地はもともとあった。そこに、さっき言ったみたいに、これでええなと思うなという人がいっぱい集まった。それが大映やと僕は思ってるんです。で先ほどから話があったけども、チャンバラはいろんな撮影所で作ってます。東映さんも作ってる、大映も作ってる。じゃあ何が違うね。さっき中村先生は大映の作品見る人は東映見ない。これはね、会社の色といえば色なんですけど、僕は品の問題かなと思ってます。ちょっと難しいんですけど、品というと一言で、僕は東映の、中村喜之助さんとか東千代之助さん、いわゆる、講談本の話大好きで、鞍馬天狗見てると、荒勘さんが馬で走ってくるとみんな手叩いて映画館盛り上がるわけですよ。でも大映はそれがない。それは何かというと、やっぱりドラマに集中さす、お芝居を大事にする、ストーリーじゃなくて。だから映画作りはテーマ主義でいくのかストーリー主義でいくのかみたいなとこがあるんですけど、僕はやっぱり映画はテーマ主義でないとあかんと。音楽も含めてね。今映画見に行って出てきて音楽覚えてます？覚えてないでしょ。昔のアメリカ映画でもイタリア映画でも日本映画でも覚えてますもん。それはテーマが一貫してるから。僕はその辺はね、これからちょっと日本の映画をもうちょっと発信するんであれば、やっぱりテーマ主義にもうちょっと考えなあかんかなという気持ちはしてますけれどもね。お付き合いなんですけれども、すごい人出てきたなという印象は、当時持ってました。
もうそれが、中国の超人やったかな。もうあれからこう一躍だからまあ彼にはいろいろ期待したいことは大きいんですけれども、彼の、まあ、いいとこでもあるし悪いとこでもあるんやけど何でも受けちゃうから、いっぺんちょっと作品をねこう選んでいかはったらっていう失礼な発言もしたことあるんですけれどもね、でもなかなか紳士、ジェントルマンです彼は。はい、まあ世界市場が今どんどん変わってます。まあ、映画も同じだと思うんで、日本のこう映画産業も今後もっとグローバルに展開するためにはどうするのか、それも含めて話をすると、見本テキストになるのはいっぱいあります。古い映画の中でいっぱいあります。で、日本人だけが知らないその良さを、若い人が特に。だから、今映像ではできることはほぼ可能になりました。不可能なことがもうほぼ可能になった。で僕らが日本映画を今後発展させていくためにはやはり日本の文化これを継承していかないか。そうすると今の若い人は勉強不足。例えば歌舞伎とか狂言とかお能とかこういうものをもっと深く勉強してそれを生かして新しい日本映画を紹介していく。だからテキストは山ほどあって便利な世の中になったんですけれども勉強してほしい。これが僕の希望です。はい。This is Rashomon at 65.